皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画はこのチャンネルでも何度か取り上げてきた物価高についてですが、いよいよ4月から各メーカーの値上げが開始されることを受け、情報をアップデートするために作成しました。このチャンネルで取り扱う物価高に関する情報は、先月1000円節約できたというようなソフトな内容の話ではなく、生存に関わる深刻な問題として取り扱ってきました。それは食料危機に絡んだもので、世の中に絶対というのはないものの、私の感じている日本の近未来像は決して楽観視できるものではないと考えています。今回の動画はどんな方に向けた情報かというと、1、4月からの値上げ構成によって世の中はどうなるか知りたい方。2、食料危機が起きるかどうか半信半疑な方。3、経済的に余裕がない方に対して情報をシェアしていこうと思います。今、国民の最大の関心事といえば4月使用分から値上げされる電気代とガス代、水道代のことではないでしょうか。それは企業も同じで、食料品などの製造メーカーも軒並み値上げを予定していますので、こちらも目が離せません。その他にも運送業の運賃値上げなどもあり、国民の大半の生活レベルが落ちることは間違いありません。自分だけは安泰とは言っていられない理由は、経済は全て絶妙につながっており、必ず悪影響を受けるからです。そんな中でも全く危機感がない人たちもいます。それは富裕層と思考停止した情報弱者たちです。今回の動画はそのような人たちには関係ない話になっていますが、逆に言えばその他の多くの方が考えなければならない問題であると思います。さらには、金融の部分でも世界的な大きな動きが起きていまして、これからはこのチャンネルでもよく言っているババ抜きが行われていたということがどんどん表面上に分かりやすい形で現れてくると思います。あまり固有名詞を持ち出して詳しくお伝えすることはできませんが、自分は投資していないから関係ないという話でもありません。最悪のケースは2008年に起きたリーマンショックの数十倍、数百倍の規模で世界を震撼させることになると思います。この動画を最後まで見ることで、今現在がいかに危機的状況にあるかということを認識できますし、生き抜くために大切なマインド設定ができることになると思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、多くの方が心配している4月からの値上げについて直近の情報を確認しておきますと、帝国データバンクが上場する食品メーカー主要195社の価格改定動向について調査を行っています。その調査結果によると、2023年1月31日までに決定した2023年中の飲食料品値上げ品目数は12,054品目とのことです。ちなみに2022年度の値上げ品目数は25,768品目でしたので、2023年はわずか4月までの期間で去年の約半分の数が値上げを予定しているというから恐ろしいことです。2022年の値上げは1万品目到達までに約7ヶ月かかっていましたが、2023年はわずか4ヶ月で到達することになります。つまりこれからの状況は去年よりも厳しい状況になるということを物語っていると言ってよいと思います。これは前年の同時期である2022年1月から4月と比べても倍増ペースで推移していることからもわかります。そして4月以降がどうなるかということが気になると思いますが、そもそもこの値上げの原因はエネルギー問題から来る電気代やガス代の高騰であったり、原材料不足による値上げに加え、円安も影響してきました。その電気代とガス代に関して言うと、燃料費調整額の撤廃がなされてどこまで高騰するか全く予想がつかないという事情があるので、状況を見ながら数回に分けて値上げは続くと考えて行動した方が良さそうです。今後の値上げの予定として分かっているのが、1、加工食品で6,657件、2、お菓子やジュースなどの指向性の強いお菓子944件、3、ドレッシングや醤油などの調味料2,236件、4、焼酎、輸入ワインなどの酒類1,810件、5、原材料、パンなど407件、などとなっており、毎月2,000から3,000品目前後の値上げが普通になっていくと思われます。どの程度の価格上昇率になるかは、その時の原材料費、電気代やガス代、水道代などの上昇率に大きく左右されると思いますが、ウトロの紛争は収まるどころかさらに中東などにも飛び火して拡大、長期化する様相を呈してきましたので、出口は全く見えないと思います。それでも今現在で分かっていることを確認しておくと、
2022年の食品値上げは月平均で 14% でした。2023年は今のところ 18% ということで驚異的です。と言っても多くの方にとってはこの数字の意味は分かりにくいと思います。ちなみにこの 18% は何に対して 18% なのでしょうか。前年同月比と書いてあったら去年の同じ月と比べてということで分かりやすいのですが、月平均 18% と書いてあるといまいちピンときません。これは先月の価格に平均 18% 値上がったわけですから、今月はその金額から 18% 上がるということになります。ゾッとしませんでしょうか。つまり500円だったものが 18% 値上げすると590円になります。そして同じ商品が翌月また 18% 値上げするときどのようになるかというと、590円から 18% 値上げしたことになりますから696円になります。恐ろしいほどの複利計算になるということです。報道では何%上がったという言い方するのでよく分かりにくいですよね。ところが具体的に金額に反映するとめまいがしてきます。ただ誤解してはいけないのですが、この表のように毎月平均すると 18% 値上げという書き方は、同じ商品が毎月 18% 値上げされているわけではありませんので注意してください。しかし生活必需品の価格が毎月平均 18% 値上がりしているということは、出費は 18% ずつ増えていく可能性があるということなのです。これから起きる食料品や水道光熱費、衣類など全ての値上がりは生活困窮者を確実に増やすことにつながりますし、あらゆる業種の利益は圧縮される、減るということになると思います。こうして家計がきつくなった消費者は節約することになりますから、外食産業などあらゆる業種は大ダメージを受けることになり、自分が勤めている会社の利益も減る方向になるかもしれません。このような流れで地獄のような負のスパイラルが間もなく始まります。だから100円のお菓子が118円になったくらいどうってことないなんて考えているととんでもないことにつながります。では今後の日本はどのようになっていくのでしょうか。日本に目を向けると国内の景気は国民が今の状況と将来の動向について悲観的に感じているのか楽観的に感じているのかによって大きく左右されると思います。そこで非常に興味深い子育て世代の意識調査がありましたので紹介します。物価高騰を重く受け止めている方にどのような対応をしていくのかという問いに対して、一番多いのは節電、節水、そして家計の見直しと続きます。ここに物価高騰による家計への影響があるということは容易に理解ができます。そして家計の見直しをすると答えた中から具体的な検討項目は何かとの問いに圧倒的多数で食費と答えています。そして飲み会やパーティーなどの交際費も多いですね。この2つの項目は手っ取り早く削除できる項目でもあるので効果はてきめんです。これらの消費者心理状態は20代から60代に対象を広げても同じような傾向があり、外食を控える、自炊をするという項目が 30% 以上の割合で存在しています。これから何がわかるかというと、10人のうち3人が外食をやめて自炊することになるということは乱暴な計算ですが、外食産業の売り上げが3割減ると考えることもできますよね。この状況は2021年に新型コロナが蔓延し始めた頃の状況に似た状態になり、さらに外食産業にとっては電気代とガス代、水道代の高騰が追い打ちをかけることになるので、尋常ではない倒産、閉店ラッシュが続くのではないかと思います。鳥インフルエンザによる卵不足、鶏肉不足も見逃せない要因でしょうね。今こうして起きていることを組み立てていくと、かなり厳しい現実が見えてきます。皆さんはどのように感じますでしょうか。私の住む地域でも閉店してしまった店舗も結構見かけますし、これ以上マイナス要因が出てきたら店を閉めるという知り合いもいます。新型コロナが蔓延していた時には、お店の常連客が馴染みのお店を助けるためにランチ弁当を頼んだり、助け合い精神によって支えられた店舗経営者もいたと思いますが、これからはその助けた側の消費者の家計も、そして彼らの勤め先もかなりの苦境に立たされることになると予想されますので、状況は以前とは明らかに違うと思います。そして価格高騰の次に起きることは品不足です。輸入大国日本は海外のメーカーが輸出制限したり、または製造困難になった時点で食料危機が起きることになります。原材料メーカーの倒産や、そもそも原料が入ってこないということでもそれは起きます。現実、自動車メーカーなどでは部品が入ってこないということが起きており、トヨタでも新規受注を中止していたことがありました。つまり完成車が作れないということです。これを加工食品に置き換えたらどうなるでしょうか。そうです、食料危機となって現れてきます。
そうなると日本の食料自給率というものが問題となってくるわけですね。私の過去動画でも頻繁に取り上げたことですので、まだご覧になっていない方は再生リストから一気見していただけたらと思います。食料危機が起きる起きないの話題はつきませんが、私の意見としては起きない理由がないと思いますし、最近では起きることが確信となってきてしまいました。それはどうしてかというと、どう考えてもこれは引き起こされていることであって偶然起きていることとは思えないからです。このような話をすると陰謀論と言われるかもしれませんが、どちらでも良いことです。目の前に畑があっていつも野菜が収穫できるから食料危機は起きないと考えるのか、もしくは行きつけのスーパーではまだ売っているから食料危機は起きないと考えるのか、それは各自の情報収集力と分析の差で起きてくることなので仕方ないことだと思っています。ただ、地震災害大国である日本において食料備蓄を全くしないというのはナンセンスだと思います。では、食料備蓄はしたいと思っていても経済的余裕がない方はどうすればいいのかという問いに関して言えば、どの程度余裕がないのかが問題であったりします。例えばオンラインゲームで毎月1万円課金している人が食料備蓄するお金はないと言っているかもしれませんし、本当に飲まず食わずで生活する状況になっているかもしれません。何かあった時に飢えないために食料備蓄が必要であるのに、ゲームの課金を優先している方にはどうすることもできません。子供ではないですから。では本当にお金がない人はどうすればよいか。それぞれの置かれている状況は分かりませんが、ダブルワークするとか定期的に支払っている課金を見直すなどして資金を捻出するしか方法はありません。何か資格を取るというのはおそらく何の役にも立たないと思います。何より時間がかかりすぎます。努力を否定するのではなく、急を要する状況では無意味だと思うわけです。経済的に余裕がない人は真剣に考えて行動するしかありません。もし10万円は何とかなるというのなら迷わず食料備蓄です。物価がこれだけ上がっているということは間違いなくお金の価値が落ちていることになります。だとしたらただ貯金しているのは資産保全を考えたら賢い選択とは言えませんので、物に変えるのが得策だと思います。そして最後に、日本から中間階級がなくなるという話ですが、ではどうなるかというと、多くの方がアンダークラスに転落するのではないかということです。皆さんは今、世界で起きている金融関係のとんでもない事態について情報を持っていますでしょうか。世界有数の金融関係の会社が緊急救済を受ける事態になりました。アメリカの中堅クラスの銀行も2個破綻しましたよね。詳しくは語れませんが、ちょっとググればすぐ情報はつかめますので確認してみてください。このことによって何が引き起こされるかというと、投資していた人たちの損害が出るということです。このまま沈静化するとは到底思えません。私はグローバル企業の中で何かが起きていると思っています。このニュースを聞いてすぐに思ったのは令和元年に話題になった老後2000万円問題です。この時に急に言われ出したのは投資の勧めです。老後資金を投資で獲得しようというものです。政府は2022年11月25日、新しい資本主義実現会議に資産所得倍増プランの案を提示しました。その中で政府は、NISA の口座数を現状の1700万から3400万に倍増させて、買付額も同じく28兆円から56兆円に拡大するとの目標を掲げています。日本国民が持つ家計金融資産は約2000兆円にも上っており、それらを狙ってのことなのかという疑惑すら湧いてきます。私は金融の専門家ではないので正しいことを言っているのか分かりませんが、今起きていることは NISA によって日本の預金が海外に流出し、その投資先が破綻してしまうというババ抜きシステムが表面化してきたのではないでしょうか。週刊ダイヤモンドに面白い記事が出ていました。そこに出ていた図が非常に興味深かったのですが、1億総転落というところです。今現在の物価高で生活困窮者が多数増殖していることに加えて、自分は大丈夫だと思っていた中間階級も下の階級に転落するということを連想させられます。記事では新型コロの影響で収入が下がり、生活が落ちて階級ランクが転落していくということを説明しているのですが、今起き始めているアメリカの金融危機によって多くの投資が解けてなくなるということでも同じことが起きるのではないかと思いました。その時に金融リテラシーが低いと言われている日本国民が政府に言われるままに NISA に走り、織り込み済みの金融危機で資産を失うというシナリオになっているのかもしれません。最近は性格が歪んできたのか、政府が推し進めている政策というものが国民から奪うだけ奪うことを目的にしているようにしか見えなくなってきてしまいました。皆さんはどのように感じていますでしょうか。いかがだったでしょうか。
4月から始まる異次元の物価高を前に最新情報を交えながら今後の動向を考えてみました。私の感じていることを動画にさせていただきましたが、反対意見、賛成意見、または全く別の見方、分析が出てくるかもしれません。この動画がご視聴者の皆様のイメージ力と分析力を駆使して考えるきっかけになれたらと思います。高騰する電気代やガス代、水道代については節約することはもちろんのこと、一歩先を考えて電気がない生活、ガスを使用しない生活というところまで考える方が良いと考えます。また、物価高についての対策は、今この瞬間が最安値であるということを再認識して食料備蓄、日用品備蓄を急ピッチで進めた方が良いと思います。実際物がなくならないと気づかない人たちが圧倒的に多いので、誰かがスーパーの棚が空っぽになっているとツイートしただけで一気に買い占めが始まってしまいます。そうならないためにもこっそりと急いで備蓄を進めましょう。本当に2023年は当たり前にあったものがなくなるということが起きるでしょうから、お勤め先がなくなるということも起きるかもしれません。あらゆることを考えて今だからこそできること、今でしかできないことを認識してこれから起きる数々の試練に向き合って乗り越えていきましょう。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。